動画をクリックしてくれてありがとうございます。今回は2枚仕立てのカフスを作ります。ぜひ参考にしてください。まずは手首を測ります。手首周りが 16.5 センチ、ゆとりを8センチにしたので、カフスの幅は 24.5 センチ、高さは5センチにしました。ボタン位置は端から1センチ。ボタンホールは直径1センチ、厚み 0.2 センチのボタンを想定してつけます。生地方向と芯の記号を入れます。縫い代をつけます。トレースして芯部分のパターンを作ります。パターンをカットします。アイロンをかけます。生地の表同士を合わせて裁断します。ボタンとボタンホールにしつけ糸で印をつけます。芯を裁断します。表側の裏面に芯を貼ります。表同士で合わせてピンで留めます。上から 1.5 センチのところに印をつけます。上から 1.5 センチ上げて 0.7 センチで縫います。縫った箇所を折ります。反対側も折ります。厚紙を使って 1.5 センチ折りました。左右をカットして表に返して角を出します。アイロンをかけやすいように内側から目打ちでなぞりました。縫い代を内側に折りたたみ、アイロンを当てます。表から見て裏側が見えないようにアイロンをかけ、袖の表側とカフスの表側を合わせてピンで留めます。1.5 センチで縫います。縫い代をカフスの中に入れ、アイロンを当てます。裏側のカフスがかぶさっているかチェックしながらピンを打ちます。0.2 センチの段押さえに変えて、裏側も縫えているか裏側も見ながら
0.2 センチで縫います。カフスの周りを縫います。仕上げにアイロンを当てます。完成です。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。今回は2枚仕立てのカフスを作りました。カフスの裏側を内側に折り、カフスと袖を表同士で地縫いをして、その後カフスをかぶせて縫い付けました。工夫した点は、カフスを表から見た時に裏側が見えてしてもどうしても不格好に見えてしまうので、裏側が見えないようにアイロンで整えてから縫ったことです。またカフスと袖の縫い合わせ部分はステッチがずれやすくなるので、表だけではなく裏側も確認しながら縫っていきました。改善点としては、剣ボロが少し斜めになってしまったことです。地縫いの段階できちんと直角に縫えているかを確認してから次の工程に進めばよかったと思っています。もしこの動画が少しでも参考になったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回動画もよろしくお願いします。